総額14兆円を投じ大失敗したゴーストタウン、フォレストシティ。中国主導の一帯一路構想に基づき2016年、中国最大の不動産開発会社の一つ、カントリーガーデングループによって計画されたマレーシア南部の海辺を埋め立て造成した人工島に100万人が住める最先端のテクノロジーを駆使した環境に優しい未来型都市プロジェクト。海外の不動産投資ブームに沸いていた中国の中間層に狙いを定められ、セカンドハウス、レジデンス、教育機関、ウォーターパーク、ゴルフコース、オフィス、バー、レストランが林立する高級な希望に満ちたパラダイスになると予想されていた。しかし、開発が始められてから8年、100万人の居住者が住むと予想されていた夢の楽園には人影がなく、店は閉店状態、草木に覆われた高層ビルのみが残るゴーストタウンへ。今回は総額1000億ドルがゴーストタウンへと変貌してしまったフォレストシティの実態を見てみました。何ここ。はい、皆さん、What's up? ショータでございます。現在はですね、マレーシア南部の空港を降りまして、噂の1000億ドルのゴーストタウンへ向かっております。シンガポールから約2キロっていうことでめちゃめちゃ近くて、バスとかね、陸路で約20分で行けるところにあるみたいで。はい、見えてきました。あれが噂の1000億ドルのゴーストタウンか。規模めっちゃでかない？2020年のね、東京オリンピックの総費用が約1兆4000億円なんで、その10倍の約15兆円やもんな。もう規模がちゃうわ。このプロジェクトの全体の大きさは1700ヘクタールってことで、東京ドーム約364個分の大きさ。計画当初はね、埋め立ての人工島を4つ作る予定だったみたいなんですけど、現在埋め立てと建設が進んでいるのは一つの島のみ。さて、ようやく着きました。ここが噂のゴーストタウン、フォレストシティでございます。ネットの情報ではですね、開発当初に予想されていた100万人の約 1%、9000人が現在住んでらっしゃるとのことみたいなんですけど、ほんまに住んでるかなっていう印象です。建物はですね、草木に覆われて、ほんまね、人影が全くないんで、かなり奇妙ですね。結構見た感じですね、野良犬が住み着いてるなって感じですね。風はですね、めっちゃ海風に風が入ってきて、めちゃめちゃ静かなんで鳥のね、さえずりしか聞こえないんですけど、店はですね、こんな感じでほぼ空のテナントが前に開いてて、で今は閉まってるっていう感じですかね。開いてる店もちょこっとあるんですけど、いやでもね、この住民9000人住んでらっしゃるっていう話なんですけど、ほんまにこんだけ店が閉まってて賄えるのかなって感じです。で、こんな感じでですね、ドアも窓も割れちゃってるっていうところも結構あるね。で、超奇妙な場所に来ましたね。何も稼働してないところなんですけど、これ一体何かちょっと見てみたいですね。いや、めっちゃ気味悪いな。めちゃめちゃ暗いやん。何ここ。エレベーターとかもあるけど動くんかな。いや、エレベーターとかも動かないっす。真っ暗やな。ここはかなりもう廃墟化してるなって感じです。で、ここにも鍵閉められてたりって感じですね。で、ここがですね、ショッピングセンターなんですけど、ショッピングセンターもですね、見てください。全部店がですね、もう間抜けのかなっていう感じで、中も何もなくぐっちゃぐちゃって感じです。テナントがですね、みんなこんな感じというね、もうすっからかんという。はい、ということで、この未来都市に唯一あるグロッサリーですかね。コンビニみたいなのは数軒見かけたんですけど、中見てみますか。レジにはですね、誰もいらっしゃらない感じなんですけど、めっちゃ広いね。しかもめっちゃいっぱい品揃えあるやんって感じです。で、このグロッサリーの店の匂いがですね、ほんま中国に行った時と同じ匂いです。商品も中国なんで、まさに中国におるような感じですね。はい、ここのね、店も全部閉まってるんですけど、KK っていうコンビニがあって、そこにはですね、なぜか従業員4人おってお客全然おらへんのに。で、品揃えは結構良くてですね、こんなね、ジャパニーズのお茶とかもあったりします。いやー、でもなんかあまりにも人気がなさすぎて、この風の音と鳥のね、さえずりだけで、なんか逆に新鮮人の声全く聞かんと、
シーンって感じです。奇妙なのがですね、清掃員とか建設作業員の労働者はちらほら見かけるんですけど、そのおかげで道路とかはですね、めちゃめちゃ管理されてるなっていう感じなんですけど、住人が全くね、見かけられないということで、活気がない感じですね。You work here? Ini working, itu sleeping, Oh, where are you from? Bangladesh. Bangladesh. But many people live here or small people? Very small. Small people. Small. はい、今回ね、滞在する宿は Airbnb と Booking.com で一つだけホテルがあるっていう感じなんで、とりあえずまずね、Airbnb どんな感じか見てみたいなと思います。見た感じ、テナントはですね、窓開いてるとこあるんですけど、結構空のとこが多いですね。ほんま数えるほどしか洗濯物干してないっていう感じなんで、ほとんどね、入ってないんちゃうんかなって感じです。入ってきた感じ、中は結構綺麗ですね。うわ、でも人が全然おらへん。で、人が全くいないのにもかかわらず、エレベーターがなんと4つもあるというで、超奇妙やな。階段バリあるやん。めっちゃいっぱいある。何階までの38階まであります。いや、ほんま奇妙やわ。こんだけテナントあって30何階のビルディングやのに、ほんま人ゼロっていうね、ほとんどのテナントが空っていうね、どないなってんねん。さて、中入ってきた感じはこんな感じです。いや、めちゃくちゃ広いな。リビングルーム、キッチンがあって、で、ベッドルームが2箇所あるって感じですかね。こっちにはバスルームがあるって感じです。家からのビューはこんな感じです。すごいビューですね。で、向こうはシンガポールが見えております。で、Airbnb の相場は、調べてたら5000円から7000円で、ちなみにここは6000円なんですけど、2つベッドルームついて6000円。まさかゴーストタウンと呼ばれてるところに来てこんなとこだとは、誰が想像しますか？一部の記事によるとね、計画当初は一年中気候に恵まれ、シンガポールと目と鼻の先、アジアの他の大都市へね、すぐに飛べるという好立地に加え、好調な中国経済にも支えられ、飛ぶようにね、売れてたみたいで、2019年までに販売された不動産の 80% が中国人オーナーらしく、そのためにね、道路標識などのいろんな場所がね、中国語で中国人のために建設が進められてきたみたいなんですけど、中国での不動産バブル崩壊により売り上げは壊滅。そしてね、2018年マレーシアのマハティール首相は外国人のために建設された都市としてね、大批判。平均年収約$17,000で平均月額家賃$200から$600のマレーシアの国民には手が届かないとのことで、計画当初では外国人の購入者に対し居住ビザを提供するという方針が含まれていたみたいなんですけど、中国からのね、投資への過度の依存に対する懸念を理由に居住ビザの発行を制限した。それに加えてパンデミックの影響で全てがストップし、外国人居住者のほとんどが退去することになり、外国人、地元の人にも売れない状況に陥り、現在ね、東京ドーム1個分の敷地に24人しか入っていないゴーストタウン状態とのことみたいです。はい、夜になりまして明かりついてる家がほとんどないなという感じで、ちらほやはね見受けれるんですけど、あの建物とかもですね2軒ぐらいしか明かりついてない。逆に明かりついてる家誰が住んでるんやろうってめちゃめちゃね気になりますけど、明日ですねより深くねフォレストシティ見て回りたいなと思います。はい、2日目の朝でございます。ここはですね、人工的に作られたビーチということで、向こうはね、シンガポールなんですけど、人はですね、ちらほや見受けられるんですけど、でもほんまはもう静かで、もう貸し切り状態っていう感じのビーチです。フォレストシティにはですね、いろいろなアクティビティがあって、久々の人ですね。聞いた話によると、最近ですね、住む人は少ないけど、
中国、あと地元の人、あと韓国のね、観光客が増え始めてるってのことみたいです。その理由にですね、マレーシアはシンガポール、ノルウェーに続く世界で3番目にアルコール税が高い国としても有名なんですけど、ここフォレストシティはですね、経済特区エリアということで、アルコール、タバコなどがですね、免税で買えるということで、30% からね、40% 安く買えるみたいで、地元の人たちはね、このフォレストシティに来て、アルコール楽しんで買えるということみたいなんですけど、最近ニュースで問題になってたのはですね、免税商品の密輸問題、経済特区エリアでしか楽しめない免税商品を税金払わず、このね、フォレストシティの外に持ち運ぶっていったね、事件などがね、多発してるみたいです。Where are you from? I am a Malaysian. Malaysians? Oh, did you come here for holiday? No, working. You working here? Working. So not so many people live here, no? Just only the people who work. Working. Only working people. Working. So you are drinking the whiskey. Whiskey. It's a duty free. Yes. Oh, cheap. Cheaper. Cheaper. Cheap. Ah, Very nice. So people just come here to buy the alcohols. And beach. That's it. That's it. Yeah. 初めね、フォレストシティ来る前はですね、情報とかでゴーストタウン怖いっていう印象しかなかったんですけど、その場所によってはですね、人がほんまにいないところとかありますけど、こういうね、中心街とか来るとこういう感じでね、人見れてですね、なんてやっぱり大げさにね、メディアが作り上げたものだったんだなとめちゃめちゃ感じますし、今日週末なんですけど、週末でこの賑わいなんで、逆に静かにリラックスしたい人にとっては穴場じゃないんかなって感じです。はい、ということで今やってきたのがほぼ店開いてない中ポツンとあった中国料理店でございます。でビール頼んだんですけど、ビールさすがデューティーフリーめちゃくちゃ安いです。なんと7リンギでございます。中国料理がいっぱい種類あるなっていう感じで、飯は結構高いです。今回頼んだ僕のヌードルなんかだったら28リンギなんですけど、なんせでもアルコールがバリ安い。それでみんな観光に来るんか、1日だけここで飲んだれみたいな感じで。タイガーでございます。お疲れ様です。最高やわ。ではいただきます。熱っ。麺はすごいもちもちしてますね。なかなかうまいです。でもこの料理よりやっぱりこのビールの安さっすよね。で聞いた話によると店もですね、金土とかの週末は平日よりより空いてるっていうことで、昨日は平日だったんで余計空いてなかったのかもしれないです。でもそれにしても店の量はめちゃめちゃ少ないです。ほぼテナント空やけどポツンとあるみたいな、そんな感じですね。観光客や作業員は見かけるものの、住人らしき人は未だに見かけない奇妙な街。関係者の方にね、実態を聞いてみました。What's your name, brother? Nice to meet you. Nice to meet you. I'm William. I'm an agent over here. Okay. Forest City. So that's gonna be all Forest cities. Yes, correct. Where are we? Currently, we are at the sales gallery now. We are over here. Okay. Yeah. What kind of people, live here? What kind of people come here? Most of the people coming here is foreigner, is Chinese people. Then for the local people, normally they Come here for the vacations. Come here for the vacation and just buy something over here, duty free over here only. Right. そう、皆さん今ね、このホールプロセスがまだね 15% しかこのプロジェクト完了してないということで、あと 75% 残ってるということみたいです。So this whole process, how long is it going to be? I think need to have another 20 years. 20 years to build all the areas. 中国の不動産市場は深刻な低迷が続いている中、このフォレストシティのプロジェクトを手掛けるカントリーガーデングループは経営状況の悪化が表面化し、2023年までに1960億米ドル相当の負債を抱え込み、危機的な状況にあると言われているが、フォレストシティはこれからも事業を計画通りに推進し、地域に多くの雇用を生み、人工島内での不動産販売も順調だと強調し、もうすでに人工島の居住用物件26,000棟のうち80% が売却されたと声明を発表した。これから実際に総額14兆円のフォレストシティにある物件の一部を見せてくれるとのことみたいで、どれほどの規模なのか。
人は空っぽなんですけど、施設はすごいですよ。このプールあって何階かここちょっとわからないんですけど、ぶわー海見渡せて、あっちは全部シンガポールですごいプールでございます。いや皆さん、1000億ドルの規模がえげつないわ。えげつないほどの規模、もうなんか鳥肌だったわ。さっき聞いたんですけど、この辺全部もう購入済みみたいです。一番初めね、あの辺歩いてて、うわ、すごいゴーストタウンみたいちゃうんかってね、人はね、全然入ってないんですけど、もうすべて購入済みということみたいです。実際、建設前の計画時点で中国の富裕層たちはどんな物件なのかもわからない状況で投資として売却し、完成された後も一度も訪れることなく物件を資産として所有しているみたいです。で、さっき聞いた話なんですけど、ワンスタジオでなんと日本円にすると2600万円です。で、彼曰く2600万でも、そんなに高くないよねみたいな、安いでしょって言うんです。2600なんか、俺なんか手つけられへんぞ。新しいところに来たんですけど、すごくないですか。もう180度か見渡せるっていう感じで、わー、何個部屋あんねんいうぐらい部屋があります。すごいな。すごいです。各部屋がもうホテルルームみたいな感じで、各部屋にバスルームもあるし、3、4、もうすごいですよ。ここはクローゼットです。うわー、でかすぎやろ。シャワーもですね、なぜか2つあるというね。で、バスがあって、すごいビューです。海とシンガポール。プライベートスイミングプールに5個の部屋で6つのバスルームに超でかいリビングルームとキッチン。これでなんと2億円だそうです。2億円ですよ。2億円。でもちょっと広すぎかなって感じですよね。いやでもすごいわ。So do you think it's cheaper, like here than Singapore's? Definitely cheaper than Singapore Yeah. here. So actually, it's still very worth it to buy over here for most of the foreigner. If you wanna buy with swimming pools, 5 bedrooms, 6 bathrooms in Singapore, it's crazy, no? It's crazy. I think you can't even really find like the same level Yeah. kind of condo over there with this kind of sea view. And also, if we wanna go to Singapore, it's just 20 minutes. It's very very short distance. Yeah. Then you can reach Singapore already. That's the river, the bridge, no? Yes, correct. That's the second link. Yeah. さっき聞いた話なんですけど、ここはもう香港の人に売却済みだそうです。このね、ビルディングもほとんど、韓国人、中国人、香港人に売却済みだそうです。すごいな、勢い。はい、2日目はですね、このね、フォレストシティにはホテルもあるっていうことで、ホテルどんな感じかなっていうのを見に行きたいなと思います。そう、調べたところ、ホテルはですね、このフォレストシティに1つしか今のところ僕見当たらなかったんですけど、結構車で通ってあるなって感じです。わお。めちゃくちゃファンシーやし、しかも結構人何人かポツンポツンといますね。聞いた話によると中国人がメインの観光客で、あと韓国人もかなり多いみたいです。で、こっちにはですね、中国系のレストランもあったりします。全然想像しなかったな。いやでも人が見れたんで、かなりなんかハッピーです。逆に今まで全然人見れなかったんで。すごいな。これ思ってたよりめちゃくちゃ良くない？いや、景色も最高やし、海が見えて、シンガポールも見えて、トイレ、バスルームもめちゃめちゃ綺麗です。いや、びっくり。これでなんと1万円です。朝ごはんはついてくるんと、あと夜ご飯とランチはどっちか選べるっていう感じで、それで1万円でこのクオリティはめっちゃお得じゃないですか。さて、1000億ドルが投じられたこのプロジェクト、
現在はねこんな状況ですけど、光も見えるみたいで、カントリーガーデンクラブが所有しているのは 60%、 あと 40% はマレーシアの国王や企業が所有しているみたいで、経済活動がね盛んなシンガポールからわずか2キロの場所にあることから、この場所をね有効活用しようとマレーシア政府が金融特区の設置構想をするとの話もあり、特区内での事業を展開する企業を対象に優遇措置を設け、海外からのね投資を誘致する計画があるみたい。一方ね、今後フォレストシティにカジノを誘致するとの構想が持ち上がってたりもするみたいなんですけど、イスラム教徒の多いマレーシアではギャンブルにね批判的な見解をする国民が多く、反発も多いみたいなんですけど、マレーシアはね規制がよく変わるとのことで有名なんで、今後外国人への対応はどうなるのか。そしてね、中国を不動産バブル崩壊、全国的な住宅不足に備えるため、こうしたねプロジェクト開発をあちらこちらで行ってるみたいで、結果的にゴーストタウンを量産してるとの一部のね記事では書いてあったりするんですけど、現にねマレーシアのマラッカって場所には人工島を設備し、コンテナ船やクルーズ船を向ける港湾開発事業も進められていたが、地元の人とのね協議なしで持続可能ではない不適切な開発を無謀に進められ、地元のね漁業の収穫量は 65% 減少しているとのことで、18年間工事は止まったまま、その他ねインドネシアで15億トンもの石炭が眠るジャンビ州では、地元のね石炭を生かした火力発電にね中国企業が名乗りを上げたが、4年のね棚ざらしの末撤退。実際にね僕はその現場に行ってないんで、それが正解なのか間違いなのかっていうのははっきり分かりませんが、これから中国はそれらを未来型都市に変貌させていくのか、それともゴーストシティを増やしていくのか、中国、世界、日本、どのような道を進んでいくのか楽しみですね。今回ねいろんな国の人と話しました。韓国人とも話したし、中国人、マレーシア、インドネシア、バングラデシュ、インドでもね、みんなめちゃめちゃ世界情勢のこと知ってはるっていう感じなんですよね。その自国のことしか見てないって感じじゃないんですよね。幅がめちゃめちゃ広くて、世界を見て話してるっていう感じなんですよね。だから普通の会話でもめちゃくちゃみんなよう知ってはるなって、めちゃめちゃ勉強不足やなんて僕めっちゃ感じましたね。マレーシアの政治情勢はどうなってるのかとか、インドネシアはどうなってるのかとか、めっちゃ知ってはるなみたいな。それには今回ね滞在していろんな人と話してびっくりしました。ということで皆さん、今回ね動画がいいなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。マレーシアフォレストシティからでございます。アディオス。